本しかないっていう時に、3度離した方が結構怖いんだけど、ガードできますよ。これの連携で詐欺れる SA。ジェイミー、キャミー、マリーザ、DJ の全ての SA がガードできるそうです。なんかこのゲームってなんかやたら小技強いなって思ってたんだけど、小技が強いんじゃなくて、俺たちが今まで強いと思ってた中足が弱いから相対的に小技が強くなってるように感じてるんだなっていう。第2回ミリオンダラパンチ。最初はね、粉塵竜巻からの SA 詐欺ですね。粉塵詐欺からですね、粉塵詐欺。これで、この前捨て2回、タチショーパンが、いろんな、ですね、ガードできますよと。もう一回やりますね。ガードできますよと。これもガードできます。3はどうかと言いますと、ガードできますよと。はい。で、これも多分先生から補足動画が後ほど上がるとは思うんですけど、一応、口頭で言うとですね、これの連携で詐欺れる SA、口頭で言うと、マノンの SA1、ザンギの SA2、SA 省きます。マノン1、ザンギ2、ルーク・ジュリ・ブランカ・JP ガエルの3、リリーの1と2、ホンダの2と3、ダルシムの、3、2の場合はしゃがめばいいと。しゃがめばたんだ。で、ジェイミー、キャミー、マリーザ、DJ の全ての SA がガードできるそうです。マリーザ、ため SH は下げれなかった。あ、へえ。だそうです。マリーザのため SH だけ下げれないそうです。はい。なので、まあこれの後の、なんかバーンアウトが怖い時あるじゃないですか。例えば、ドライブラッシュとか使ってさ、こうやって運んで、1本しかないっていう時に、3度離した方が結構怖いんだけど、ガードできますよと。そう、ただまあこれ、毎回一定のタイミングで重なるんで、ジャスパがかなりやりやすい。そう、まあこの間初めて知ったんですけど、ジャスパは、明らかに重なっても2フレ猶予あるっていうのを俺本当に知らなくて。だから、まあジャスパ狙いやすい。2フレ猶予あるからね、毎回この一定のタイミングでショーパン重なってくるから、まあそこは弱点ですね。これはね。うん。多分、上手い人だったら毎回狙ってジャスパ取れるレベルだと思うから、っていう弱点はあるけど、まあでも SA 食らわないんで、まあ強いかなということですね。バード中の相手だったらそう自信満々に重ねちゃってください。で、次。ですね。ゲージがないときにどうやってしのぐのがいいですかねと先生に相談したところ、なんか中足とかでこういう感じで粘るのがいいんですかねみたいな。で、なんかインパクトとか来たら昇竜拳とかでやって中足で粘るのがいいですかねって俺は聞いたんだけど、まあ後で説明するんだけど中足は良くないっていう話になって、なので、まあ、やるんだったらまあ、ショーパン置きとかが、まあ、リターンもあるし、安定も強い、安定も強いんで、いいんじゃないですかっていう。その出がかりを潰すような感じで打っていくと、結構いろんな技に勝って、そう、いいですよ。まあ、中パン置きもいいですよ。いう感じ。あと、まあ、芸術使いたいんだったら、こういうのがありますよ。ショーパン弱人ですね。なんで、まあ、ドライブゲージ使わずにしのぎたいときは、弱パン仕込みが、パン仕込みとか中パン置きがいいんじゃないっていう話でしたね。で、今回、なんだっけ、ドライブラッシュが小技に仕込めなくなったんでしょ？
だから、まあ、なおのこと結構そういうショーパンキャンセルなんちゃらみたいな必殺技仕込みみたいのが大事になってくるのかなっていういうことで、結構なんか小技仕込みをできる場面が多いらしくて、マイナス2とかの状況って結構困るのよ、この後。こういうのとか、なんか、こういうのの後とかさ、一通り終わったなーみたいな時あるじゃん。変形が。そういう時に、これが強いらしいです。ショーパンを仕込む。マイナス2の後とかに、結構なんかこの中足とかで切り替えられちゃうじゃないですか。まあ、こういうのをショーパンとか打っとくと強いっすよ。結構切り替わんないっすよっていう話ですね。っていう感じで、まあ、結構仕込むポイントありますねっていう話でした。大パンなどとかさ、結構気まずい距離なんだけど、まあ、剣使いならわかると思うんだけど。そう。マイナスには結構仕込む。で、相手としては、これが、ショーパン仕込んでくるなって人には、なんかね、ショーパンで対抗するっぽいっすね。まあ、こんな感じで。ついついね、大きな技で、威力の大きな技で触りに行きたくなっちゃうんですけど、まあ、ここ我慢してショーパンで触るという感じらしいです。この辺は結構、明確にじゃんけんの仕組みがわかるからいいんじゃないかな。まあもちろんね、小技来るなと思ったらこれがあるんだけど、なんかこんな感じで駆け引きが回るらしいですね。これはちょっと俺知らなかったんで、勉強になりました。そう、中足でしのぐのいいっすかねっていう話をしたんだけど、調べたら、このゲーム、まあ、剣だけじゃないと思うんだけど、全体的に中足が弱いらしいです、判定が。補正が乗るだけじゃなくて、やっぱ下段でリーチがあるっていうところからも、結構中足が判定弱くなってるらしくて、だからいろんな技で仕込めるらしい。いろんな技に負けるらしい。そう。まあ、こんなのも当然だしさ。まあシンプルに、こういうのとかね。なんか剣のその中足対策って、慣れてない人たちって、下がって、差し返すのがいいとかって、まあ、思ってると思うし、まあ実際それはいいんだけど、別に間違いじゃないんだけど、もう中足の判定が弱いから、逆になんかもう踏み込んでショーパンで殴るみたいな、その剣の対策ができてる人とかって逆にね、こう歩いてきてショーパンとか止めてくんだよね。中足の出かかり潰すみたいな。ラインも下がんないし、なんか相手が何もしてなかったらこっちのライン上がるしみたいな感じで。結構こういう感じで、ショーパンで潰してくるっていう。中足はあんまりよろしくないですよって話をされて、本当に相手の下がり1.4とかじゃないと良くないよっていう。で、じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、これが強い。まあ、今更だけどね。シャガ中は強いですっていう。シャガ中は強いです。そう。まあ、リターンもすごいしね。こんなもんしゃがんで食らおうもんなら、こっからこうなっちゃうし。なんで、当てない前提だったら、シャガ中を打った方がよくて、だからなんかこのゲームってなんかやたら小技強いなって思ってたんだけど、先生と話した結果、小技が強いんじゃなくて、俺たちが今まで強いと思ってた中足が弱いから、相対的に小技が強くなってるように感じてるんだなっていう。で、この間はちょっと話したと思うんだけど、だったら、どうせ遅い技、どうせ弱いんだったら、結構その差し返し、なんだろう。ぶつかり合いにどうせなるから、その中足の出かかり潰してこようとしたりとかして、地上戦が差し返し主体っていうよりもぶつかり合いになるゲームなのね、多分。まあ、その中にもちろん差し返して選択肢も入ってくるんだけど、結構ぶつかり合いになる場面が多くて、そういう時にしゃがみ中盤だったり、多少パンだったりとかっていうのが使えるし、あと、これよね。これが先生曰く、プレイ判定があんまり前に出ないらしい。だから、中足は弱いから、
あんまり使うのやめましょう。じゃあ小技や中パン置き使いましょうっていうのが主流になってくると、まあ、これがそのリーチの外から殴れるって強いですっていう話だし。でさらに、位判定っていうか攻撃判定が位判定が前に出ないのはこれらしいです。剣の一文字、相当位判定前に出ないらしい。まあ、その代わり、マイナスが大きいから、近くでガードされちゃうとダメなんだけど、でこれは強い。なんかシャカシャカ置いてる相手にはもうこれが正解。そう、インパクトも食らうしね。っていう感じで地上戦はなってるっぽいね。だから、シュワシュは下段っていう、まあ強いんだけどね、下段っていうのは強いんだけど、意外とね、ぶつかり合いに弱いから、まあ、最近俺あんまり確実にガードさせれるような時じゃないと使いたくないなと思い始めてます。